夜の11時55分、私は何気なく、枕元の時計を見た。その瞬間だった。階段の下から、音が聞こえてきた。一段、また一段、規則正しく、まるで刻むように、その足音は、ゆっくりと、確実に、上へ向かって近づいてくる。最初は気のせいだと思った。古い建物だから、壁が鳴るのだろうと。でも違った。その音には、重さがあった。人間の、体重を感じさせる。沈み込むような音。一段、二段、三段。私は布団の中で息を止めた。足音は止まらない。四段、五段、廊下に出た。そして、音は私の寝室の前で、ぴたりと止まった。完全な、静寂。しかしその静寂の中に、何かがあった。ドアの隙間から、かすかな気配。息を吸う音。いや、違う。それは、こちらを、覗いている音だった。私は動けなかった。声も出なかった。ただ、心臓だけが、狂ったようになり続けていた。翌朝、震える手で管理会社に電話をかけた。そして警察と共に、この部屋の記録を調べた結果、私は一つの事実を知ることになる。1年前、この寝室で、前の入居者が、原因不明の死を遂げていた。毎晩、同じ時間に、同じリズムで、足音は、今もここに住み続けている。しかし私がこの部屋に越してきたのは、つい最近のこと。引っ越し当日。私の日常は、静かに、そして確実に、壊れ始めていた。翌朝、震える手で管理会社に電話をかけた。そして警察と共に、この部屋の記録を調べた結果、私は一つの事実を知ることになる。1年前、この寝室で、前の入居者が、原因不明の死を遂げていた。毎晩、同じ時間に、同じリズムで、足音は、今もここに住み続けている。しかし私がこの部屋に越してきたのは、つい最近のこと。引っ越し当日。私の日常は、静かに、そして確実に、壊れ始めていた。私の名前は、ごく普通の20代後半の会社員だ。仕事は都内のデザイン事務所で、毎日決まった時間に出勤して、決まった時間に退社する。特別なことは何もない。平凡な毎日を送っていた。2026年3月。私はソウルへの長期出向が決まった。勤め先から命じられた。突然の事例だった。準備期間はわずか2週間。住む場所を急いで探さなければならなかった。インターネットで見つけたその物件は、レナ区にある小さなビラの一室だった。家賃は相場より少し安く、最寄り駅からも近い。写真で見る限り、部屋は清潔で、日当たりも悪くなかった。多少急ぎ足の判断だったが、私はその部屋を選んだ。引っ越し当日、3月の終わり、まだ夜風は冷たかった。荷物を運び込みながら、私はこの街での新しい生活に、少しだけ期待を抱いていた。夕食はコンビニで買った簡単なもので済ませた。慣れない土地の疲れもあって、その夜は早めにベッドに入った。部屋は静かだった。いや、静かすぎた。都会の真ん中にいるはずなのに、窓の外からも、廊下からも、何も聞こえない。ただ、寒かった。暖房をつけているのに、なぜか背筋だけが、消えていた。そして私は、その夜初めて、音を聞いた。夜の11時55分、階段の下から、ゆっくりと、規則正しく、上へと向かってくる足音が、次のパートでは、その夜に起きた、最初の異変をお話しする。その夜のことは、今でも鮮明に覚えている。時計の針が、11時55分を指していた。私は布団の中で、目を閉じていた。眠れなかった。引っ越し初日の疲れがあるはずなのに、なぜか体だけが妙に冴えていた。その時、聞こえてきたのだ。階段の下から、ゆっくりと上がってくる。足音が、一歩、また一歩。リズムが、均一だった。急ぎ足でも、ゆっくりすぎるわけでもない。まるで、毎晩同じ時間に同じ場所を歩き慣れているような、そんな足音だった。最初は、隣の住人だと思った。深夜に帰宅する人がいるのだろう。都会ではよくあることだ。私はそう自分に言い聞かせて、目を閉じ直した。しかし、足音は止まらなかった。1階から、2階へ、2階から、3階へ、そして、私の部屋がある4階へと、確実に近づいてくる。廊下に出る音がした。硬い床を踏む。くぐもった響き。私は息を潜めた。足音は、ゆっくりと廊下を進んできた。
そして、私の寝室のドアの前で、きたりと止まった。静寂が戻った。いや、静寂ではなかった。ドアの向こうから、かすかな息遣いが聞こえていた。鼻から空気を吸い込む。小さな音。誰かが、そこに立っている。ドア一枚を隔てて、こちらの様子を伺っている。私は動けなかった。声も出なかった。心臓だけが、うるさいほど鳴り続けていた。しばらくして、息遣いは消えた。足音も、廊下から消えた。夢だったのかもしれない。そう思いたかった。翌朝、私は何事もなかったかのように起き上がった。しかし、部屋の中に、奇妙なことが一つあった。寝る前に閉めておいたはずのドアが、わずかに開いていたのだ。数センチだけ、外側に向かって、まるで、誰かが中を覗き込んだ後のように。あれは、気のせいだったのか、それとも、本当に誰かが、あの夜、そこにいたのか。答えはまだ出なかった。だが次の夜、私は確かに見た。次の夜も、私は同じ時間に目が覚めた。時計を見ると、午前0時ちょうど、きたりと、その瞬間だった。IMG、暗い廊下、時計の針が12時を指している。青白い光、階段の下から、あの音が始まった。一段、また一段、昨夜と同じリズム、同じ重さ。私は布団の中で息を止めた。体が動かなかった。頭では、誰かが外を歩いているだけだ、と言い聞かせようとした。しかし、足音は止まらなかった。2階へ上がり、廊下を進み、私の部屋へと近づいてくる。IMG、暗い階段を下から見上げたアングル。影が近づく。そして、ドアの前で、止まった。また同じ場所だ。私は目を細め、ドアの隙間を見つめた。薄い光が、廊下から差し込んでいた。その光が、ゆっくりと、遮られた。何かが、そこに立っていた。IMG、ドアの隙間から光が消える瞬間、暗闇が迫る。私は思わず目を凝らした。隙間の向こうに、輪郭があった。人の形をした。何か、背が高く、痩せ細っていた。動かずに、ただそこに立っていた。私の喉から声が出なかった。叫ぼうとしたが、息すら吸えなかった。体が石のように固まっていた。IMG、恐怖で固まった人物。布団を握りしめている。暗い部屋。どれくらいの時間が経ったのか、わからない。5秒だったのか、1分だったのか。ただ、その影は、じっとこちらを見ていた。見ていた、としか言いようがない。目があったのかどうかもわからない。それでも、確実に、私はそこに何かの存在を感じた。IMG、ドアの隙間に浮かぶ人影のシルエット。薄暗い廊下。突然、隣の部屋で車が通る音がした。その瞬間、影は消えた。ドアの隙間に、また光が戻った。私はしばらく、動けなかった。全身が震えていた。手のひらは汗でびっしょりだった。これは夢ではない。さっき、私は確かに見た。ドアの向こうに、誰かが立っていた。IMG、夜明け前の静かな部屋。恐怖に震える人物。翌朝、私はすぐに管理会社に電話をかけた。震える声で、前の入居者について尋ねた。しかし、管理会社の答えは要領を得なかった。詳しいことは、直接、警察に聞いてください。その一言が、私の不安をさらに深めた。警察に、聞く必要がある理由とは、何なのか。この部屋で、一体何が起きたのか。次の夜、ついに私はその影と、初めて向き合うことになる。ドアの向こうに、誰かが立っていた。息が、止まった。声を出すことも、動くことも、できなかった。ただ、その場に凍りついたまま、私はドアを見つめていた。ドアノブが、かすかに揺れた気がした。気のせいだ、と思いたかった。でも、胃の底から這い上がってくる恐怖が、それを否定していた。翌朝、私はすぐに管理会社へ電話をかけた。震える声で、前の入居者について尋ねた。しかし、管理会社の返答は要領を得なかった。詳しいことは、直接、警察にお問い合わせください。その一言が、耳の中で何度も繰り返された。警察に、聞く必要がある。それが意味することを、考えたくなかった。この部屋で、何かが起きた。それは、もう疑いようがなかった。その日の夜、私は明かりをすべてつけたまま、布団の中で膝を抱えていた。時計の針が、11時50分を指した。心臓が、速くなった。
階段の下から、あの音が始まった。一段、また一段、規則正しいリズム。足音は、今夜も迷わず上がってきた。廊下を進み、私の部屋の前で、止まった。そして今夜は、違った。ドアの隙間から、細い光の筋が揺れた。息遣いが聞こえた。浅く、静かに、でも確かに、私は、目を閉じることができなかった。ゆっくりと、ドアが、内側へ押された。きしむ音が、静寂を切り裂いた。闇の中に、輪郭が浮かんだ。人の、形をしていた。私は息を殺して、それを見た。その瞬間、輪郭の中に、二つの目が現れた。まっすぐに、私を見ていた。逃げることも、叫ぶことも、できなかった。ただ、目があった。そして、声が聞こえた。低く、かすれた。女の声だった。帰ってきたね。私の名前を、呼んでいた。確かに、私の名前を、全身の血が、凍った。あれは、どこで私の名前を知ったのか。翌日から、その存在は夜だけではなくなった。昼間の、何気ない瞬間にも、気配が漂い始めた。翌日から、それは夜だけではなくなった。朝、台所に立っていると、背後に、何かの気配がした。振り返っても、誰もいない。でも、確かに感じた。息を、殺した何かが、そこにいた。昼間のリビングで、本を読んでいた時のことだ。ふと、視線を感じた。窓の方ではない。廊下の奥、寝室のドアの隙間から、暗い裂け目が、こちらをじっと見ていた。目を凝らした。誰も、いなかった。ドアは、閉まっていた。だが、わずかに開いていた気がした。気のせいだと、自分に言い聞かせた。しかし、それは続いた。シャワーを浴びている最中、鏡が曇った。拭いた。また曇った。そこに、指で書かれた跡があった。文字ではなかった。足跡だった。小さな、子供のような足跡が、鏡の中に、点々と並んでいた。私は、その場に固まった。鏡の中の足跡は、こちらへ向かって続いていた。そして、私の足元で、止まっていた。夕方、スーパーへ買い物に出かけた。人の多い場所にいれば、少しは楽になれると思った。レジに並んでいる時だった。隣に立っていた老婦人が、突然こちらを向いた。表情が、すっと変わった。あなた、その家に住んでいるの。低い声で、そう言った。私は何も話していなかった。住所も、名前も、老婦人は続けた。あの子は、まだそこにいるのよ。それだけ言って、列から消えた。追いかけたが、どこにもいなかった。家に帰る足が、重かった。玄関を開けた瞬間、室内が、冷えていた。エアコンは、切ってあった。その夜も、11時55分に、足音は、正確に始まった。一段、また一段。私は布団の中で、息を止めた。今日は、止まらなかった。ドアの前で、音が続いた。ゆっくりと、まるで部屋の中を歩き回るように、気配が、動いていた。確かに、部屋の中で、私は、一人ではなかった。この家には最初から、一人ではなかった。そして翌朝、寝室の壁に、見覚えのない写真が、一枚貼られていた。そこに写っていた顔が、声の、正体へと繋がっていた。壁に貼られた、一枚の写真。それは、見覚えのない女性の顔だった。年齢は、おそらく30代前半。静かな瞳で、こちらを見ていた。まるで、最初からそこにいたかのように、私は震える手で、写真を壁から剥がした。裏側に、文字が書かれていた。細く、震えたような筆跡で、ここは、私の部屋。その文字を見た瞬間、全身が凍りついた。私は不動産会社に電話をかけた。前の入居者について、聞かせてほしいと、最初は、言葉を濁された。しかし私が写真のことを話すと、電話口の声が変わった。長い沈黙の後、担当者はゆっくりと言った。1年前のことです。その部屋で、女性が亡くなりました。死因は、特定されなかった。深夜に突然、倒れていたのを発見された。そして彼女が最後に過ごした場所が、私の今いる寝室だった。警察と一緒に確認した記録には、さらに奇妙なことが書かれていた。彼女は生前、毎晩同じ時間に帰宅していたという。夜の11時55分、階段を登る足音のリズムまで、近隣住民が覚えていた。
私が毎晩聞いていた、あの足音と完全に一致していた。では、なぜ私なのか、調べていくうちに、一つの事実が浮かび上がった。私と彼女は、誕生日が同じだった。それだけではない。名前の読みも、一字違いだった。彼女は私を、自分と重ねていたのかもしれない。だから毎晩、私の部屋へ戻ってきた。だから私の扉の前で、立ち止まった。だから私の呼吸を、確かめるように聞いていた。彼女はまだ、ここを自分の家だと思っている。そして私を、自分の続きだと思っている。写真の瞳が、また私を見ているような気がした。その夜、時計は再び11時55分を指していた。階段の下から、音が始まった。でも今夜は、違った。足音が、途中で止まらなかった。扉の前を通り過ぎて、部屋の中へと入ってきた。私は逃げることも、叫ぶことも、できなかった。ただ、目を閉じるしかなかった。次の瞬間、耳元で、声が聞こえた。低く、静かに、確かに、会いに来たよ。それが、最初で最後の、直接の言葉だった。会いに来たよ。その声は、耳のすぐそばで聞こえた。暖かくも、冷たくもなかった。ただ、確かに、そこにあった。私は目を開けることができなかった。全身が凍りついたように、動かなかった。息だけが、かろうじて続いていた。部屋の空気が、重くなった。まるで何かが、すぐそこに立っているような、そんな圧迫感が、肌に直接伝わってきた。ゆっくりと、目を開けた。部屋の隅に、影があった。人の形をしていた。でも、輪郭がぼやけていた。まるで、この世界にうまく馴染めていないような、そんな存在だった。影は動かなかった。ただ、こちらを見ていた。いや、見ていたというより、確認していた。私がここにいることを、自分がかつていた場所に、別の誰かがいることを、その目に、怒りはなかった。憎しみも、なかった。あったのは、ただ一つ。深い、深い、悲しみだった。私はゆっくりと口を開いた。声が出るかどうか、わからなかった。それでも、言わなければならなかった。あなたは、ここで何があったんですか？影が、わずかに揺れた。風もないのに、揺れた。そして部屋の中の温度が、急激に下がった。吐く息が、白くなった。壁のシミが、広がっていくような気がした。影が、一歩こちらへ近づいた。私は後ずさりもできなかった。壁を背にして、ただ立っていた。影の顔が、少しずつ見えてきた。若い女性だった。表情は、うつろだった。でも、確かに私を見ていた。唇が、動いた。声はなかった。それでも、何かを伝えようとしていた。私には、その言葉が読めなかった。わからなかった。でも一つだけ、はっきりと分かったことがあった。彼女は、ここを離れたくて、来ていたのではない。離れられなくて、来ていたのだ。その夜を境に、私の中で何かが変わった。恐怖は、まだあった。でも、それだけではなくなった。あの影が見せた悲しみが、頭から離れなかった。彼女に何があったのか。なぜ、1年前のあの夜、この部屋で彼女は死んだのか。私は調べることに決めた。逃げるのではなく、向き合うことに。それが、あの最後の対面が私に教えてくれたことだった。そしてその答えは、想像をはるかに超えた真実へと、私を導いていくことになる。何かが、変わった。あの夜を境に、私の中にあったものが、少しずつ形を変えていった。恐怖は、まだあった。夜になれば、廊下の暗がりが怖かった。階段の下から物音がするたびに、体がこわばった。それは簡単には消えなかった。でも、それだけではなくなった。あの影が見せた悲しみが、頭から離れなかった。怒りではなかった。憎しみでもなかった。ただ、深く、静かな、悲しみだった。彼女に何があったのか。なぜ1年前のあの夜、この部屋で彼女は死んだのか。警察の調査では、死因は、原因不明、とされたままだった。事件性なし、とは言われた。でも、誰も本当のことを調べようとはしなかった。私は調べることに決めた。逃げるのではなく、向き合うことに。まず、不動産業者に連絡した。前の入居者について、知っていることを教えてほしいと頼んだ。最初は渋っていた担当者が、しばらくの沈黙の後、一言だけ言った。彼女には、
誰もいなかったんです。と、家族もいなかった。友人もほとんどいなかった。あの部屋で一人で死んで、誰にも気づかれないまま、数日が経っていたという、その言葉が胸に刺さった。死んでからも、誰かに気づいて欲しかったのかもしれない。自分がここにいたと伝えたかったのかもしれない。毎晩繰り返された足音は、恐怖ではなく、孤独の叫びだったのかもしれない。そう思い始めた時、私の中で何かが溶けていくような感覚があった。彼女の名前を初めて知った日、私は部屋の隅で小さく声に出して呼んだ。返事はなかった。でも、部屋の空気が少しだけ柔らかくなった気がした。そしてその夜、階段からの足音は聞こえなかった。それが偶然なのか、それとも何かを意味するのか、私にはまだわからない。でも確かなことが一つある。この部屋には、まだ語られていない真実が眠っているということだ。彼女が最後に見たものは何だったのか、彼女が伝えたかったことは、本当に足音だけだったのか。次の章で、その答えに触れることになる。それは、私が想像していたよりも、はるかに深く、そして悲しい真実だった。あれから、時間が経った。引っ越しの荷物は、もうとっくに片付いた。新しい部屋に、新しい日常が始まった。それでも、ふとした瞬間に思い出す。あの夜の、階段を登ってくる足音を、規則正しい、迷いのない、まるで、帰る場所を知っているかのような、あの足音を、彼女はきっと、ただ帰りたかっただけなのかもしれない。誰かに気づいて欲しかっただけなのかもしれない。自分がそこにいたこと、自分がその部屋で生きていたこと、それを誰かに伝えたかっただけなのかもしれない。私はもう、あの部屋にはいない。でも今も、夜中に目が覚めることがある。理由もなく、ただ、目が覚める。そして無意識に、耳を澄ませてしまう。階段の下から、何かが上がってくる音がしないか。と、今のところ、何も聞こえない。けれど、それが本当に、何もない、ということなのか、私にはまだわからない。彼女の話は、これで終わりではないかもしれない。ただ一つ言えるのは、あの足音は今も私の記憶の中で、静かに、確かに、繰り返されているということだ。